いないいないばあ、いないいないばあ。こんにちは、肉じゃが夫婦のナレーターを務めますずんだもんです。今回はごまちゃん向けに Android アプリを作成したので、その制作方法をご紹介します。この動画がプログラミングに興味を持つきっかけとなれば嬉しいです。Android のアプリを作るには、パソコンへの開発環境のインストール、プログラミング用言語の知識が必要です。開発環境は Android Studio、プログラミング用言語はコトリンを使用しました。開発環境のインストール方法、コトリンの文法については Android のデベロッパーサイトをご参照ください。この動画では Android Studio がインストール済みで、コトリンの知識がある前提でアプリ作成方法をご紹介します。今回作成したアプリはいないいないばあを実現するアプリになります。スマホをタップすると、いないいないと音声が流れた後に、ばあと音声が流れて画像を表示します。フローチャートはこのようになります。画面をタップしたら黒色の画像を表示して、いないいないの音声を流します。音声の再生完了を検知したら、ばあの音声を再生し、好きな画像を表示するという流れです。この流れをもとに音声、画像を準備してプログラムを組んでみましょう。まずは音声ファイル2つといないいない再生中の黒色画像、再生中の画像を作りましょう。音声ファイルは自分の声を録音するか、僕のようにボイスボックスで作るなどの方法があります。黒色の画像はペイントなどの画像加工用ソフトで作成します。大きさは特に指定はありません。もう一つの画像は何でも OK です。ご家庭で個人的に使用するのであれば、お好きなキャラクター画像でも OK です。今回のサンプルでは僕の画像を使ってプログラムを実装してみます。それでは Android Studio を開いてプログラムを作っていきましょう。アプリ作成の流れとしては長期の4つの順番になります。まずファイル、ニューでニュープロジェクトをクリックし、新規プロジェクトを作成します。プロジェクトのフォーマットはエンプティアクティビティを選択します。プロジェクト名を入力し、プログラミング言語はコトリンを選択します。SDK はお手持ちのスマホの Android のバージョン以下で設定します。スマホの端末情報で確認してください。フィニッシュを押すと新しいプロジェクトが立ち上がり、左側にプロジェクトフォルダが出来上がります。次に音声ファイルを格納するためのフォルダを作成します。RES というフォルダを右クリックし、ニュー、ディレクトリを選択します。フォルダ名の入力欄が出るので、フォルダ名は必ず RAW としてください。フォルダができたら作成した2つの音声ファイルをコピー&ペーストしましょう。次に画像ファイルをドローアブルというフォルダにコピー&ペーストします。これで音声、画像ファイルがプロジェクトにインポートされました。XML ファイルは画面のデザインをまとめているファイルです。アクティビティメインタブをクリックすると画面のデザインが表示されます。このファイルを編集することでボタンなどの追加をすることが可能ですが、今回は画像を入れるための枠を追加します。右上のコードタブをクリックし、XML ファイルのソースコードを開きましょう。この中に長期のコードを入力します。これで画像を入れるための枠ができます。右上のデザインタブを開いてみましょう。イメージビューと呼ばれる枠が出来上がっていることが確認できます。
KT ファイルがコトリンで書かれたプログラムを格納しているファイルになります。大きく2つに分かれており、ライブラリのインポート、メイン関数があります。基本的にメイン関数に処理を記述し、処理に必要なライブラリを適宜インポートするという流れになります。実際にメイン関数に処理を記述してみましょう。長期のコードをセットコンテントビューの後に追加してください。この記述はアプリ起動直後に黒色画像を追加する処理になります。ライブラリが自動的にインポートされています。もし自動的にインポートされない場合は、赤くなっている文字にカーソルを合わせるとインポートの選択肢が出ます。インポートを押せばライブラリが追加され、イメージビューの機能を使えるようになります。次に画面をタップした時の処理を追加してみましょう。オンタッチイベントというのをメイン関数の中に追加します。このイベントは画面をタップした時に実行されます。アクションダウンというのが画面を押したという意味で、押された時の処理をここに追加します。次に音声再生と画像表示のための変数を追加します。メディアプレイヤーが音声処理のための記述になります。ご用意した音声ファイルの名前を入れます。タップ後の処理を記述しましょう。黒色の画像を表示し、いないいないの音声を出力します。いないいないの音声出力後の処理はセットオンコンプリーションリスナーを使用します。の音声と画像の出力を記述します。これでプログラムはおおむね完成しました。今度はプログラムをビルドして動作を確認してみましょう。スマホにアプリを入れる前にパソコン上で動作をシミュレートできます。エミュレータと呼ばれるものを使用します。右上にノーデバイシズと書かれたボックスの下矢印をクリックし、デバイスマネージャーを開きます。その中のクリエイトデバイスをクリックし、シミュレートするスマホを作成します。お手持ちのスマホと同じ機種があればそれを選択します。なければ同じ大きさのものを選びましょう。次に Android のバージョンを選択します。お手持ちのスマホと同じバージョンを選択します。フィニッシュをクリックするとスマホのシミュレーションモデルが出来上がります。早速シミュレートしてみましょう。右上の再生ボタンを押すとシミュレーションが開始されます。初回はちゃんとスマホの起動画面から忠実に再現してくれます。ここまでしなくてもと思いますが、しばらくすると作成中のアプリが自動的に起動します。アプリ名と黒色画像が表示されるはずです。スマホの画面をクリックしてみましょう。いない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 と言った後にと音声が流れ、僕の画像が表示されることが確認できます。これで完成でもいいのですが、音声再生中にタップすると音声が混ざってしまいます。いない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 そこで音声再生中はタップを受け付けないようプログラムを修正しましょう。メイン関数の最初にフラグという変数を用意します。これが1の時はタップしても何も処理しないようにします。オンタッチイベントの最初に長期を記述します。タップして一度フラグが1になったら次にタップされても反応しません。ただしを再生した後と他の動作をした場合はフラグを0にしてタップを受け付けるようにします。セットオンコンプリーションリスナーの最後と一番下のエルスの後にフラグイコール0を記述しましょう。これでシミュレートしていないいないを言っている間にタップしてみましょう。いない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 音声が混ざらずにと言った後にタップ動作を受け付けていることが確認できました。これでちゃんと動くことがシミュレーション上で確認できたので、実際にスマホでアプリを動かしてみましょう。作ったアプリをスマホに転送するにはスマホ開発者向けオプションに設定し、
USB デバッグを有効にする必要があります。開発者向けオプションにするにはスマホの端末情報を開き、ビルド番号を7回ほど連続タップします。その後、設定の中に開発者向けオプションができるので USB デバッグを有効にします。パソコンとスマホを USB ケーブルでつなぐと、つないだスマホを Android Studio で選択できるようになります。スマホを選択し、再生ボタンを押してみましょう。スマホで作成中のアプリが起動しました。タップしてみましょう。いないいないばあ、いないいないばあ。スマホでちゃんと動作することが確認できました。アプリはスマホの中にコピーされ、 USB ケーブルを外してもアプリを起動できます。複数の画像を表示するなどプログラムをアレンジしていろいろ試してみてください。おまけ、ごまちゃんにアプリを見せてみた。いないいないばあ、いないいないばあ。ごまちゃん、少し笑って反応してくれました。いかがでしたか？今回は Android のアプリの制作についてアプリ作成例とともに解説しました。今回の動画でご紹介したソースコードはコミュニティに上げていますので、コピペして使用することが可能です。Android Studio の登場でより簡易的にアプリができるようになったと感じました。皆様もこれを機にお好きなアプリを作ってみてはいかがでしょうか。肉じゃが夫婦でも子育て用にいろいろなアプリを考案して作ってみようと思っています。有効なアプリができたらまた皆様に共有したいと思っています。長い時間まで見てくれてありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。